皆様おはようございます。木漏れ日です。3日目も癒しの猫さんからスタート。オランダの猫は尻タッチが苦手なようで逃げられた。朝ごはんを買いに近くのスーパーマーケットへ。この暗さにも慣れてきた。8時過ぎた頃にようやく明るくなってくるんよな。スーパーに到着。オランダはパンだけじゃなくお米もあるから悩んでしまう。どうしようかな。スープの種類もこんなにたくさん。オランダのマスタード美味しかったし、これは買っていこう。紅茶のパッケージもめっちゃ可愛いんよな。お土産にもぴったりやね。ホテルに戻ってきました。結局ラップサンドにしました。トルティーヤが好きなんです。あとはマスタードのスープも買ってきました。最後に昨日から気になってた生ハムチーズ。今日の朝ごはんはこんな感じ。いただきます。だいぶ日が昇ってきました。今日の目的地は風車の村ザンセスカンス。アムステルダム中央駅からバスで40分くらいかな。無事にたどり着けるか不安やけど、まあなんとかなるやろ。駅に着いたらまずはバス停探し。ちょっと迷ったけどいつものことやし慌てへん。エスカレーターを上がった先でバス停を発見。乗り場もたくさんあったけど、いつも通り観光客っぽい人についていったら見つかった。ザンセスカンス行き。昨日は雨やったけど今日はいいお天気になりそう。ヨーロッパのバスってほんま快適よな。京都は乗れへん時もあるくらい混雑してるし、こうやってのんびり目的地まで行けるのがありがたい。ちなみに降車ボタンを押すのはオランダも同じでした。だんだんとのどかな雰囲気になってきた。もう少しで到着。ザンセスカンスに到着しました。とりあえず人がいそうなところまで歩いてみる。途中ぷかぷか浮かぶ鳥に癒された。ミュージアムチケットもあるそうですが、見学する場所によっては割高になるみたい。私はのんびり散歩できればと思っていたので、チケットは買わず散策することに。天候によって風車が回ってない日もあるみたいですが、今日はちゃんと回ってる。ラッキー。結構広そう。どこから見ようかな。チーズミュージアムを見つけたので入ってみます。ガイドブックもあるみたい。記念に1冊もらっていこう。オランダはチーズ大国だそうです。街を歩いててもほんまにたくさんのチーズ屋さんがあるんです。
京都でいう和菓子屋さんみたいな感じ。製造過程の写真が展示されてるのも分かりやすかった。愛くるしいヤギ、おじさんもええ人そう。特にこの映像は見てて楽しかった。ハイジに出てくるチーズに憧れてた子供の頃を思い出す。たくさんあるチーズショップの中でもこのヘンリー・ウィリグのチーズは有名みたいで、街中や駅にも店舗があった。壁の展示も丸いチーズの形になってて可愛かった。お隣にはショップがあるみたい。入ってすぐすごい数のチーズ。種類豊富なマスタードを見て確信。やっぱりオランダのマスタードって有名なんやわ。重さが厳しいけど買って帰ると決意。お菓子も全部美味しそうで悩ましい。スナック系から甘いチョコレートまでいろいろ揃ってるのがずるい。見た目も可愛いし。お土産にぴったりな詰め合わせもありました。カラフルなチーズたち。ココナッツが気になった。チーズピックもオランダデザインで可愛かった。こういうぬいぐるみに弱いんよな。マグネットもチーズで可愛かったです。次はどこに行こうかな。自然豊かでのんびりとした空気に癒される。ショップを見つけたので入ってみることに。オランダ名物ストロープワッフル。オランダのお菓子はパッケージがほんまにかわいい。オランダにあるいろんなショップのミニチュアフィギュア。マグネットやったら買ってたかも。カスタネットかと思ったら自転車のベルやった。さすがオランダ。風車モチーフの雑貨もたくさんあった。もちろんゴッホのグッズも。今日はこの後ゴッホ美術館にも行くからここでは我慢。すごい数のオーナメント。年中販売されてるんかな。チューリップがついたキャンドルホルダーが可愛かった。店員さんより存在感あるこのペンギン。風車の隣で風になびくオランダの国旗。絵になるわ。こういう何も考えへん時間ってほんまに大事やわ。
風車がある方へひたすら歩いてみることに。きれい。なんか小屋みたいなんが見えてきた。ミュージアムみたい。15ユーロ、2800円か。まあせっかくやし見ていこう。風車のミュージアムみたいで、館内は私一人でした。すごい。風車の中ってこんな感じになってるんや。オランダではこの風車が土地の開拓に役立ったそう。低地のため風車で水を汲み出して土地を乾かし、住める土地にしてきました。確かに水はけ悪いと住みづらいもんな。京都の祭事も水はけが悪くて衰退していったし。オランダは国土の約4分の1が海抜より低い国。それでもここまで発展したことに風車の偉大さを感じる。特定の発明家はおらず、オランダの職人や農民たちが協力をして建設されたそう。現在オランダには約1000基ほどの風車があるそうです。風車の力で土地が安定すると、製粉や製材など産業のエネルギー源としても使われるようになりました。排水用の風車は大きくて、製粉用の風車はコンパクトなことが多いそう。製粉やと回転率が大事になってくるからかな。役割によって風車の大きさや仕組みが違うのも興味深い。ひときわ大きな風車を発見。すごい長い。下にモニターがあったので押してみる。白い布を小さくちぎってるみたい。さらに細かくしてる。ちぎった布を水に入れてさらに細かくするんや。クランクを使って歯車を回すんやな。風が強いと 2,3 時間で細かくなるみたい。何を作ってるんかなって不思議やったけど、この四角のコンテナが登場したところで紙作ってるんかもって気づいた。模型を近くで覗いてみると、マダムが画用紙みたいなんを重ねてた。ヨーロッパでは布から紙を作っていたそうです。オランダでは風車の力で大量生産もできたんやって。すごい。日本では植物の繊維で紙を作ってたから文化の違いにもびっくり。ゆっくり見て回れたし、めっちゃ勉強にもなった。ザンセスカンスに来たらぜひ立ち寄ってみてくださいね。ミュージアムを出たらカモが黄昏てて可愛かった。
のんびり歩いてたらチョコレートショップを発見。迷わず入ってみる。かわいい割るタイプのチョコや。めっちゃおしゃれなホットチョコレートもあった。このマシュマロを入れたらもっと美味しいんやろな。オランダに来たら絶対外せへんのがこれ。日本でいうふりかけみたいな感じで、オランダではこれをパンにかけて食べるんやって。スーパーには大きめのサイズばっかりやったから、コンパクトに持ち帰りたい人はここで買うのがおすすめ。静かでええとこやな。ようやく器具のショップを発見。これが見たかったん。思った通りめっちゃかわいい。早速入ってみましょう。入ってすぐどこを見回しても器具でいっぱい。これはめっちゃかわいい。器具を履いてるレアなミッフィー。ここで器具を作ってるんか。木くずが砂のよう。どの国でも職人さんの手仕事ってすごいよな。こうやって壁に飾るのも素敵。説明に日本語もある。せっかくやしどれか履いてみようかな。白にカラフルな風車がかわいい。しっかりしてて下駄を履いてる感覚に近い。器具モチーフのグッズはもちろん、ミッフィーグッズもたくさん。購入品はまた別の動画でご紹介しますね。ザンセスカンス、のどかで時間がゆったり流れる素敵な場所でした。ゴッホ美術館に向かうため、ひとまずアムステルダム中央駅に戻ってきました。ここからはギリシャの友達と合流して美術館へと向かいます。久しぶりに会えてほんまに嬉しい。できれば半年に一度のペースで会いたい。見えてきたゴッホ美術館。ショップは後の楽しみにして展示室へと向かいます。美術館は好きなんやけど、ゴッホの絵を見るのは初めて。本で見るのとは全然違う。ほんまもんはいろんな角度から見れるのが嬉しい。上の階へと進んでみる。ゴッホって自画像のイメージがあったけど、それ以外にもたくさんあるんやな。平面のはずやのに奥行きがあって自然と立体的に見える。
色使いから器の質感まで伝わってくるのがすごいよな。ひまわりや。この目で実物を見られるなんて感動。ジャポンって書いてある。浮世絵はゴッホも魅了したと言われています。よく見ると鶴やカエルも描かれています。カエルは花札から来てるんかな。こちらは歌川広重の浮世絵を元にした作品だそう。ビビッドな色合いが特徴的。可愛らしい桃の花。ゴッホも日本の文化や景色に惹かれていたのかと思うと嬉しい。白い花が広がって春のきらめきを感じる。ゴッホが実際に暮らしていた部屋を描いた作品。シンプルな部屋なのにどこか温かさを感じる。館内の至るところに隠れウサギがいたので不思議に思ってたら、ウサギの絵があったんです。渋い色合い、レアな気がする。ゴッホの代表作アーモンドブロッサムもありました。ぜひオランダで実際に見てみてほしいです。ショップではゴッホデザインのオーナメントやミッフィーのぬいぐるみが売ってて、どれも可愛かった。ひまわりをモチーフにしたミッフィーも。アーモンドブロッサムのミッフィーかひまわりのミッフィーか悩むなあ。ゴッホ美術館ぜひ行ってみてくださいね。友達が面白いお店に連れて行ってくれるようで、オランダのチーズ専門店みたい。なんか回ってる？なんとチーズがお寿司のように回ってました。日本ではお寿司やけど、オランダではチーズを回すんや。おもろい。オリーブまで回ってる。友達が一皿目をゲット。美味しそう。チーズはもちろん美味しかってんけど、このフィグブレッドが最高やった。店内もおしゃれで店員さんも優しかった。オランダの回転チーズめっちゃおすすめです。この後はホテルに戻ってのんびりタイム。滞在3日目でようやく猫さんが懐いてくれた。どのミッフィーを買ったのか興味津々みたい。今日も楽しかったな。それではパート3はここまで。明日はいよいよあの絵を見に行きます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。